世界に先駆けて一般向けに 5G サービスを提供開始した韓国ですが、その品質に不満の声を上げ、通信紛争調整を申し込んだ人が56人にも及ぶと報じられています。多くの人は 5G に加入したがサービスがブツブツ切れてまともに使うことができないとして、違約金なしでの LTE への契約変更、料金払い戻し、被害補償を要求しています。4月初めには KT が通信品質が悪くてストレスを受けたという顧客に対し、8ヶ月分の料金64万ウォンとその他使用料18万ウォン、慰謝料48万ウォンの合計130万ウォンを支払ったと報じられました。この顧客は昨年8月に知人の勧めで iPhone から Galaxy Note 10 Plus に変更。その際に月8万ウォンの 5G 無制限料金プランに変更。24ヶ月後に機器を返却するスーパーチェンジサービスに加入するという契約だったそうです。しかし既存の LTE より速度が遅く、通話の時にロボットのように聞こえたり、相手の声が途切れになるなど 5G サービスの広告が誇大で理解不能だと感じたそうです。昨年9月から11月の間に通信会社 KT に対して7回にわたって 5G 通信品質に関する請願を行ったとされています。KT は 5G サービスには問題がないとして違約金なしの契約解除や料金払い戻しは受け入れなかったため、この顧客は1月31日に放送通信委員会に紛争調整を申し込んだそうです。その結果この顧客が購入と契約を行った販売代理店の担当者から4月7日に連絡があり、2日後に払い戻しを受けたということです。KT 側はこれに関して、品質の問題ではなく契約の問題として、販売代理店の説明不足によるものだとしています。販売代理店の店員が勧誘の過程で 5G カバレッジ同意書を代筆したとする内容が確認されたためとしています。5G カバレッジ同意書とは、5G 信号が受信可能な地域でも受信できない可能性があるという告知をして顧客に同意を得るというものです。販売代理店がこの同意を得ずに販売した不完全販売だとして、今後は代理店への教育と管理を強化するとしています。放送通信委員会に対する通信紛争調整が民事訴訟に発展する前で示談に応じたことは、実際に訴訟になればより多くの金額になると関係者は話しています。放送通信委員会の関係者は、通信世代交代の時にこうしたことが起こりうるとして、通信事業者と加入者の双方の意見を聞いて紛争調整ができるよう努力していると話しています。これまでに 5G 品質問題の補償は4件が報じられ、利用者が登録時に同意事項伝達内容を音声録音していて、5G カバレッジの案内が正しく行われていなかったため、32万ウォンの補償を受けたという事例も伝えられています。編集所管。こうした問題は新たな通信サービスが始まるたびに起きているものと思われます。当然韓国に限らずでしょう。問題の一つとしては通信会社側は接続不良は一切認めず、契約上の問題としていることですね。今回の補償についても他の合意に至った補償についても、代理店側の契約違反行為によるものであって、通信サービスの問題ではないという一貫した立場をとっているようなのです。仮にこれを認めてしまえばサービスへの不満を訴える利用者が増えるでしょうから、ここは何としてでも認めたくないわけです。仮に通信不良があったとしても、設備増強による品質改善が行われるまで耐え忍べば証明も難しくなるでしょうから、認めるわけにはいかないでしょう。これまでに紛争調整を申請した人は56人、10万人に1人ですから、例えば申請していない人が100倍いるとしても、1000人に1人の割合ということになります。0.1% の人が品質に対する深刻な不満を持っていると考えると極めて小さな数字とも言えるわけです。こう考えると被害者というのもどうかと思いますが、本当に不満を感じている人にとっては苦痛でしょうね。一方で小さな不満を大げさに捉えて補償を受けようとするいわゆるブラックコンシューマーもいるでしょうから面倒な話だと思います。私がちょっと感じたのは、端末に問題があるかもしれないという考えには至らなかったのかと思います。同じ場所で同じように使用して、一方だけ問題があるのであれば端末を疑うことがあっても良いと思いますけど、あとは通信不良が常時なのか場所によるのかというのもあると思います。完全にどのエリアも高品質をカバーできる段階ではないでしょうから。昔、まだ携帯電話の時代ですけど、新しい通信会社と契約したら、家で電波が入らないとかあったわけです。でも今までの通信会社だと問題なかったりとか、
そんな時に事前に調べることができたらなんて思いました。こうした 5G に関しても、購入して実は部屋の中では 5G が繋がらないとかあると思うんですよね。そういうのを事前に確認できるような端末レンタルサービスのようなものが提供されていればと思います。10年以上経っても何も変わらないんですね。こういうレンタルサービスを展開するのもどうなんでしょうね。今回の紛争には参加連隊という韓国でそれなりに大きな力を持った市民団体が関与しています。現在のソウル市長などの人権弁護士グループや学生運動出身者などが中心となって1994年に創設され、政府や国会、司法、経済界に対して様々な活動を行っている団体だそうです。政府支援を受けない団体ということで、一定の影響力はあるようですね。今回の件については放送通信委員会が調査をして明確な保障基準を定めるべきだとしているようです。彼らによると苦情を申し立てると放送通信委員会は LTE モードに変えて使ってみろだとか 5G 基地局が正常化されるまで待てといった返答しか返ってこないそうです。こうした対応のお粗末な機関や政府の担当部門などに対して提言をできるということのようですね。結局のところ、今回の件もその他の件も通信会社が代理店に責任を取らせるという形をとっているようです。代理店も義務違反で KT 側からペナルティを受けたりするのかもしれないですね。韓国でもこの報道は取り扱いが小さいようですが、これを受けて苦情の声を上げる人が増えてくるかもしれないですね。そもそも世界で初めて一般ユーザ向けに大規模な 5G サービスを展開した韓国ですが、社会自体は何か変わったのでしょうか。映画が2秒でダウンロードできるとか言ってましたけど、実際には何秒ですかね。2秒は理論値でしょうけど、誇張甚だしいですよね。韓国はサービスインから1年経った今でも 5G 周波数の中でミリ波と呼ばれる 28GHz を提供していないため、速度面ではせいぜい 250Mbps 程度のようです。理論値の10分の1以下ですけど、LTE の時もそんな感じでしたかね。もう記憶にないですね。私も端末を変えたのがかなり経ってからでしたし、韓国はファーウェイを採用している通信会社もあるので、ひょっとしたら整備が遅れることになるかもしれないです。いずれにせよ、喜びさんで 5G に乗り換えても、大した恩恵は受けられないというところでしょうか。日本でも実際に快適に使えるようになるにはあと 1、2年ほどはかかると思います。5G って何ですか？早いってことなんですか？なんだか会社の人たちが 5G 始まるね、とか言ってましたけど。おっとよくわからずにニュースを読んでたパターンですね。もう宇宙語を話してる感覚でしたね。外国語でもないんだ。そこまででもないでしょ。ただの専門用語だから。早いってことですよね。そういうことです。映画が2秒で見られるってどういう意味ですか？ 2 秒で見終わるってことじゃないですよ。そのくらいわかります。バカにして。2秒だとわけわかんないじゃないですか。あ、わかるの？ 2 秒で映画1本分のデータをダウンロードできるってこと？それってすごいんですか？いろいろ持ってますね。映画1本のデータ量をいくつにして計算したのか知りませんけど、到底無理だと思います。ショートムービーだったりして、画質も汚いかも。まあ広告については古代なんですよ。サービスインすればすぐに社会が変わるみたいに宣伝しておいて、韓国では日本より何がどれほど進んだかさっぱりですからね。加入者は多いみたいですけど、まあそのくらいでしょうね。未だに映画は2秒でダウンロードできないようですし。それは永遠に無理なんですよね。そういうことだと思います。私はいつから 5G になるんですか？今でもちっとも遅いと思ってないのでいらないと思いますけど。次かその次に iPhone 買い替えたらじゃないの？まあ、全く気にしてないのでいいんですけど。今は 4G とのミックスモードなので、5G のみで運用できるようになるにはまだまだ時間がかかるようですけどね。あれ、もう興味ないですか？ないですね。この話題自体もっと先でもいいんじゃないですか？ああ、でもほら今回は契約問題だから。使えないってことですよね。急いだらダメってことです。そんなにバッサリ切り捨てちゃうの？きっと楽しみにして変えただろうに。きっと時代遅れくらいがちょうどいいんですよ。急いだらダメです。自分が同じような被害に遭ったらすぐにカーッとなるくせに。なりません。カー。今日は美味しいおやつ情報をお届けします。いらないけど。そんなこと言わずに。聞いたら食べたくなっちゃうからやめてよ。
ちょっと前からハマってるんですけど、美味しいナッツがあるんですよ。ナッツに美味しいとかあるの？味付けがしてあるんです。塩じゃなくて黒糖とか塩キャラメルとか。コーティングしてあるってこと？そうです。これはくるみなんですよ。この2つが私のおすすめですけど、他にも色々あるんです。きな粉とかメープルシロップ、いちごミルクかな？いちごミルクって？あと、カシューナッツを竹炭かなんかのスナックで包んだピリ辛のも美味しいです。なんだか太りそうですね。それの食べ過ぎが体重増えた原因じゃないんですか？あまりにも危険なので今は封印してるんですよ。危険なんだ、やっぱり。それで、緊急事態宣言に備えて買い溜めたものがまだたくさんあるんです。4kgほど。4キロってどれだけ？ここに持ってこないでね。食べちゃうから。そっか、ここに持ってくればいいんですね。だからやめてって。お豆さん COJP で売ってます。皆さんもよかったらどうぞ。宣伝までするんだ。回し物だと思われるよ。